そう来るものでもないし、さあ7時過ぎかな。まあ7時15分くらい。15分ぐらい、今名古屋の白川公園に向かっていて、木下サーカス、木下大サーカス、大サーカスをちょっと見たいなと思って朝早くから並ぶために出てきております。名古屋公演がもうこの10月27とかかな、明日か、で終わるらしくて、だからね、行ったことないって言ってたし、ちょっと自由席を取って並んで座れるかなというところで、今9時半か、9時半の会場に向けて2時間ぐらい並ぶかもしれないっていう、なんか本当に自由席1時間とか1時間半並ばないと、入れないらしいから。到着しました。我々が一番のようです。早すぎた説ある。だいぶ気合入ってる。だいぶ気合入れちゃった説なんか明太子が生では食べないけど、
てもらった金目の煮付けです。おお、美味しそうだね。ね結構しっかりしてる。え、うん、ふんわり。ね、うん美味しいね。もうちょっと中までうん。煮つけてもらったからね。ちょっとお魚尽くしだね。本当だ。おはようございます。ただいま朝の9時ちょっと前ぐらいですね。今日は今からちょっと通院に行って、その後午後に名古屋で初めての美容室に行ってこようと思います。ホットペッパービューティーで見つけたところをちょっと予約して行ってみようかなと思ってるので、もう髪の毛が本当に全然切ってなくて、大阪時代から美容室難民で、固定の美容室いいところを見つけられてなくてこうしてしまって、いい美容室というか自分に合う美容室を見つけられるようにちょっといろいろ積極的に動いていこうかなと思って今日は予約をしてみました。ちょっと一旦がっつり切りたいなと思ってます。それでは今家に帰ってきました。ちょうどよくおやつタイムということでミスタードーナツでドーナツを買ってきてしまいました。ちょっと秋の栗のドーナツと、あとこれはちょっとよくわからないんですけど55周年記念のニューホームカットっていうものもあったので、これも買ってきてみました。ちょっと皆さんとおしゃべりしながらお茶休憩にしようかなと思います。で、さっき美容室に行ってきて、ようやく1年以上ぶりなんですけど髪の毛をカットしてきました。ちょっと顔出しをしてないのでなかなかちょっと後で後ろ姿が撮れたら撮るんですけど、久しぶりの肩ぐらいの髪の長さにカットしてきました。すごい軽くなってきっとシャンプーもドライヤーも楽になるだろうなっていうので、とりあえずはカットできました。やったー。今週の動画では新しいことに挑戦するっていうのをテーマに掲げて1週間というか数日過ごしてるんですけど、まず一つ目に木下大サーカスを見に行くっていう、なかなかその大人になってサーカスを見に行こうっていう風になることがないんですけど、やっぱりこの前美術館行った時に木下サーカスを見つけて、ちょっと見てみたいかもって興味があったし、夫も一度も見たことがないっていう風に言ってたので、しかも名古屋公演も昨日までか10月の27日までだったんですよ。なので本当にギリギリ見れるかなっていうところで、指定席は全部売り切れてたので、もう自由席に朝早くから並んで見るかっていう選択肢だったんですけど、いつものというか前までの私だったら、その面倒くささとかっていうところを優先してしまって、もういっか、またいつかあるよねっていう風に結論付けていかなかったんじゃないかなと思うんです。でも最近はやっぱり一期一会でもないんですけど、チャンスとか機会ってそう来るものでもないし、今こうやって木下大サーカスが公演を終える前に知れたっていうことも一つの
言い方としては大げさになっちゃうかもなんですけど、縁なのかなっていうふうに思うと、これは行くべきというか、行った方がいいよな、自分のなんか経験とか思い出になるよなっていうふうに思えて、今回行ったんですね。結果もう本当に行ってよかったし、木下大サーカスってやっぱりお客さんを楽しませるっていうことに本当に全力を注いでいる方たちのパフォーマンスなので、そのために日々毎日鍛錬を組んでいらっしゃる方々のその最高のパフォーマンスが見れる場なので、もう始まった途端からもうちょっと感動して、私は涙が出そうになっちゃったくらいなんですけど、それぐらい感動して、それはその面白いっていうところもそうだし、その大人になったからこそ、このパフォーマンスにたどり着くまでにどれだけの苦労があったんだろうとか、そういう勝手にね、私の想像では足りないぐらいだとは思うんですけど、勝手に想像して私も頑張ろうとか、私も人を楽しませられるものを何か YouTube とか、その他の仕事、今やってる仕事でももっと提供できるように頑張ろうっていうふうに思えたし、それは子供の時にはなかった金銭というか考え方、木下大サーカスのまた違った楽しみ方というか感動の仕方だと思うので、これは大人になって行ったからこそ感じたサーカスの楽しみというか感動ポイントだなと思ったんですね。本当にちっちゃなことなんですけど、あとは魚屋さんで一尾丸々の魚をさばいてもらう、これも私にとっては新しい経験で、本当に人によってはそんなことっていうふうに思うかもしれないんですけど、私結構人見知りというか、そういうことに対して臆病というか、全然怖がることでもないのは自分でも分かってるんですけど、なかなかあえての一歩が踏み出せない性格ではあるので、その魚屋さんにカットをお願いして買うっていうこともなぜかというか、そのコミュニケーション、魚屋さんとのコミュニケーションにちょっと怯えてるというかっていうところで、なかなか一歩踏み出せなかったのが、今週は踏み出すこともできて、で結果そのタイの煮付けも自分で初めて作ってみて、結構煮付けを作るのって簡単なんだなっていうことも知ることができたし、すっごく難しいと勝手に思い込んでたので、今回は初めての美容室に行って髪の毛を短く切ってもらったりとかっていう新しい一歩進んでやってみて、タイトル見て大きい新しいこと何か挑戦するのかなっていうふうに思っていらっしゃる方もいたかもしれないんですけど、それでちょっとねこんなもんっていうふうに思われたかもしれないんですけど、でもその小さな一歩一歩の積み重ねが、それを積み重ねていくことによって少しずつできる選択の大きさというか幅が広がっていくのかなっていうふうに思うので、今の私にとってはこれが結構新しくて感動に満ち溢れてて、すごく新鮮な経験だったので、今回動画に収めて Vlog として提供してるんですね。だからこれからもっと私もその皆さんがイメージするような新しいこと、新しいものを何か生み出したりとか、新しい経験とか価値を提供したりとか、今の自分では想像できないような新しい経験とかをしていきたいっていうふうに思ってるんですけど、多分最初の一歩はみんなこういうところからなのかなって、こういうところだったらいいなっていうふうに願ってるっていう風に自己願望なところもあるんですけど、でももしこの私の Vlog チャンネルを見てくださっている方の中には、私のセンスを磨く過程っていうのを励みに思って一緒に頑張ろうっていう風に思って見てくださっている方もいらっしゃるんじゃないかなと思ってるんですね。なのでそういった方々に、こんな小さな一歩でも人生にとっては新しい挑戦になるし、自分の暮らしの
自分の人生の変化になるんだよっていうことをぜひこの Vlog でお伝えできればなと思ってます。最初からね本当に大きな挑戦をされる方もいっぱいいるし、そういうことに成功してる方もたくさんいるのは私も知ってるんですけど、でも本当に私みたいな一般人というか普通の人がこっからねこの小さな変化からもっと大きな変化を巻き起こせるように一歩ずつ進んでいく姿っていうのをこのチャンネルでお届けし続けていけたら、きっと皆さんの励みというか勇気というかになるのかなというふうに思うんですね。だからまずはここから、まずはこの一歩から1ヶ月後2ヶ月後、それこそ1週間後でも1年後でも変わった姿をお見せできるように、人生をもっと彩れるものを経験して、それを皆さんにお見せできるように頑張るので、まずはここからスタートしていくっていう姿を今週はお届けしています。このドーナツもね、普段の私だったら多分買わなかったです。2個は買わなかったです1個は買いました。多分2個は買わなかったかな。お金がもったいないなっていう、その感覚もすごく大事だと思ってるんですけど、新しいこと、今しか経験できないかもしれないっていうものに対してちゃんと身を切ってというか身銭を切って経験しようとするっていうことはすごく大事なんじゃないかなと思うんですね。今後私がこの YouTube しかり、自分の今やっている仕事しかり成長していって、もっと大きなことに挑戦できるようになるには、分かりやすく言うと自己投資するっていうことを躊躇すべきではないところはしないようにするっていう風にしていきたいなと思ってます。そんなちょっと堅苦しいお話になっちゃったんですけど、今週はちょっといろいろ新しいことに挑戦してますっていう、そういうマインドで、動画を撮ったりしてますっていうことを皆さんにお話ししたくて動画を回しました。この後はちょっと美味しくおやつをいただいてゆっくりしようと思います。